世界が止まった。その瞬間、すべての音が消え、風も人も時間さえも凍りついた。青森の少年、木村明則が見たのは、金属のように輝く緑の竜。そして、宇宙の意識からの呼びかけだった。1966年、静止した午後に始まったその体験は、やがて地球規模の覚醒へとつながっていく。木村は語る。2025年、扉が開く。そして2035年、地球が目を覚ます。科学者は磁場の逆転を、宗教者は終末を、そして彼は最短を語った。その10年間の猶予は、破滅ではなく選択の時、地球と人類が再び共鳴する緑の時代が、静かに始まろうとしているのだ。私たちは問われている。恐れを選ぶか、愛を選ぶか。2035年、それは終わりではない。新しい文明の最初の夜明けなのだから。もし何かを感じたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。時間が止まった17歳の午後、青森県の小さな町、1966年の夏、17歳の木村明則はいつものように自転車で家へ向かっていました。穏やかな夕暮れの風が吹く中、前方に見えた一人の男性が、片足を上げたまま完全に静止していました。奇妙に思いながらも近づくと、木々の揺れも止まり、遠くを歩く人々までもが動かなくなっている。まるで世界全体が、一瞬で凍りついたような光景でした。空気の流れすら消え、音も匂いも存在しないような沈黙。彼は人類史上、極めて稀な、時間停止現象の目撃者となっていたのです。恐怖と興奮が入り込んじる中、松林の向こうから姿を現したのは、巨大な緑の竜でした。その鱗は金属のように光を反射し、目はまるで知性を宿しているかのように輝いていました。竜は静かに空を滑るように進み、木村の脳内に直接声を響かせたといいます。その言葉の内容を、彼は今も誰にも話していません。だが、この時伝えられた緑の意味が、後に宇宙とのつながりを示す象徴となっていきました。青森には古くから竜神信仰が息づいています。竜を見た者は、天と地を結ぶ使命を持つ者とされ、未来を見通す存在と伝えられてきました。木村の体験は、偶然ではなく、古代から続く儀式のようなものだったのかもしれません。緑の竜が示したのは、地球の未来を託す者としての選ばれ使者の証。その後、彼の人生は急速に常識の外側へと動き始めます。彼はその後、自然との調和を追求し、無農薬でのリンゴ栽培に挑みます。科学では不可能と断言されたその挑戦に、木村はたった一人で立ち向かいました。なぜ、彼がそんな無謀な道を選んだのか。すべての始まりは、あの夏の午後、時間が止まった瞬間にありました。世界が凍りつき、緑の竜が彼の魂に刻み込んだ使命、それが地球を救う運命の第一歩だったのです。2035年へ訪れた予言と、再び動き出した時の歯車、木村明則がこれまで語ってきた2032年という年、その数字は長年にわたり、彼の体験談を裏付ける象徴として語り継がれてきました。しかし先日、東京都内で行われたある講演会で、彼は突如としてその年を訂正したのです。マイクを握る木村氏の口から静かに放たれた言葉は、会場の空気を一変させました。本当は、あれは2035年なんです。この発言により、数年以上にわたり語られてきた、数々の解釈が根本から覆されました。彼は続けてこう語りました。実は、地球のカレンダーは2035年までだった。2035年、それは地球の時間軸における最終分岐点。宇宙人が示した石板の数字を、彼は今まで公にすることはありませんでした。夢の中で見た刻印も2032ではなく2035だったと話しています。木村氏の表情は穏やかでしたが、その声には深い確信がこもっていました。2035年に起こること、それは一体何なのか。科学者たちの研究によると、磁気嵐の増加、極域オーロラの異常拡大、気候システムの再編といった現象が予測されています。さらに興味深いのは、木村氏が2025年は扉が開く年と表現したことです。これは彼のこれまでの発言と矛盾しません。17歳の時に時間が止まったように、2025年は時間の流れが変わる年であり、人類の意識が2つの道に分かれ始める象徴の年なのです。そして、その流れの先に待つのが2035年。つまり、10年という猶予期間が与えられているということになります。この10年をどう生きるかで、人類の運命は完全に変わるのかもしれません。
木村氏は語ります。私たちにはまだ間に合う。この10年をどう使うか、それが全てを決める。彼の声は静かに、しかし確実に聴衆の心に刻まれました。講演を聞いた人々の中には、涙を流す者もいたといいます。それは、恐怖ではなく、希望を感じたからです。そしてこの発言をきっかけに、再び動き出したのが時の歯車でした。科学者、スピリチュアル研究者、環境活動家、そして一般の人々までもが、木村氏の新たなメッセージを手がかりに行動を起こし始めているのです。10年後の2035年、地球と人類がどんな姿を迎えるのか。その答えは、今を生きる私たち自身の中にあります。動き始めた10年の猶予と地球の覚醒計画。木村明則が2035年という新たな年を告げた瞬間、世界中の研究者たちは同時に動き出しました。彼の発言は単なるオカルトではなく、地球科学の現実的な警告とみなされ始めていたのです。2025年から2035年までの10年間、この期間に何が起こるのか、その真意を解こうとする動きが加速していきました。地球物理学者の間では、2035年を中心に地磁気の逆転が起きる可能性が議論されています。これは、地球の磁場が南北を入れ替える現象で、過去の歴史では文明の転換期と重なってきました。磁場の変動は気候パターンの再構築を引き起こし、生態系と人間の意識にも影響を与えると考えられています。くしくも木村氏が語った意識の変化、2つの世界への分岐は、最新の科学が示す磁場変動の理論と一致していたのです。また、農業の分野でも不思議な動きが起きています。木村氏の自然栽培を継ぐ農家たちが、世界中で無肥料農法ネットワークを形成し始めているのです。日本、韓国、タイ、ブラジル、そしてアフリカの砂漠地帯にまで、その理念が広がりつつあります。化学肥料を使わないことで、土壌中の微生物が復活し、空気中の窒素を自然に取り込む現象が確認されているといいます。木村氏が語った地球と作物の意識が同調するという言葉を、研究者たちは量子生物学的な視点で検証し始めています。つまり、彼の語る意識の覚醒は単なるスピリチュアルな比喩ではなく、地球そのものが新たな平行点に向けて進化しようとしていることを示しているのかもしれません。10年間という猶予の中で、人類の文明と自然のバランスを再構築するチャンスが与えられている。もし、この期間に変化を受け入れ、自然との調和を選ぶことができれば、2035年は滅亡の年ではなく、最短の年になるのです。木村氏は講演の終盤でこう語りました。この10年で何を選ぶか、それが人類の未来を決める。私たちが地球を愛すれば、地球も私たちを愛してくれる。その言葉に会場は静まり返り、誰もが自分自身の生活を見つめ直していました。この2035年説の修正は、多くの人に不安を与える一方で、希望の光をも投げかけています。10年という時間が与えられたのは、まだ未来を変える可能性が残されているという証。木村氏の語る10年の猶予は人類に対する最後のチャンスの宣告なのかもしれません。そして今、私たちの目の前で、その変化は静かに進行しています。気候、磁場、意識、そして食の選択、すべての要素が一つの方向に向かい始めています。2035年、人類が迎える新たな夜明け、その幕開けの鐘は、すでに鳴り始めているのです。消された記録と2035年の封印文書。木村明則が2035年という新たな年を明かした直後、不可解な動きが次々と起こり始めました。都内の公園に立ち会った複数の聴講者が同じ証言をしています。木村氏は2035年という言葉を発する直前、まるで何かに合図されたように一瞬空を見上げたと。その瞬間、会場の照明が一度だけ揺らぎ、後方の電子機器が同時にノイズを発したといいます。偶然とするには、あまりにも多すぎる一致がそこにありました。さらに驚くべきことに、ある政府関係者が匿名で提供した内部文書によれば、国際的な天体観測ネットワークが2035年に地球へ接近する未知の小惑星群を極秘監視しているというのです。表向きには公表するほどの危険はないとされていますが、内部資料には重力異常と磁気変動の記録が残されていました。これが木村氏の言う緑の彗星なのか、それとも全く別の天体なのか、真相は依然として闇の中にあります。木村氏の予言とこの文書の内容が一致していることから、科学者たちの一部は2035年に地球環境のリセット現象が起こる可能性を否定できないと語っています。リセットとは破壊ではなく、地球が自らのバランスを回復しようとする自然の反応。極端な気象現象や地殻変動の増加は、まさにその兆候だというのです。
木村氏の言葉を信じるかどうかはさておき、現実に起きつつある気候変化と地磁気の乱れが警鐘を鳴らしていることは間違いありません。また、公園に立ち会った研究者の中には、木村氏が手にしていたノートを目撃したという人物もいました。そのノートには、2度目の接触、20年の周期、地球の呼吸、緑の軌道という不思議な言葉が記されていたといいます。20年という周期を計算すると、最初の体験である1966年からちょうど2035年が巡ってくる。偶然ではなく、意図的なリズムが存在しているように見えるのです。木村氏は現在、メディアの前にほとんど姿を見せていません。しかし複数の目撃情報によると、彼は青森の農園ではなく、関東近郊のある山中に滞在していると言われています。そこでは、新しい土壌研究を進めているとも噂されています。彼の研究ノートには、地球の意識を記録する土という記述があり、特定の鉱物を混ぜた土が宇宙線と反応して、微弱な電磁パターンを発するという報告が残されているのです。2035年、単なる数字ではありません。それは時間の終わりではなく、地球が新たな意識段階へ移行するための境界線。木村氏が語る、封印が解かれる年とは、地球そのものが人類と共に目覚める瞬間を指しているのかもしれません。覚醒する大地と意識の電磁共鳴。2035年という年が新たに示された今、木村明則の言葉は単なる予言ではなく、地球と人間の意識が共鳴を始めている現象の記録として再評価されつつあります。近年、青森の彼の農園周辺で、奇妙な電磁波パターンが観測されており、科学者たちは、その波長が人間の脳波のアルファ帯域とほぼ一致していることに注目しています。まるで、地球そのものが人類の意識に呼びかけているような、静かな共鳴音。木村氏はかつてこう語りました。大地には記憶がある。私たちが自然に語りかけるたび、地球もまた答えてくれている。この言葉を軽視していた科学者たちも、今では真剣にデータを分析し始めています。土壌の微生物ネットワークが、外部の電磁環境と連動し、微弱な振動を通じて、情報をやり取りしているという仮説が、現実味を帯びてきたのです。木村氏が言っていた、言葉による栽培は、単なる精神論ではなく、量子生物学的なエネルギー伝達だった可能性が浮かび上がっています。そして、2035年に向けた世界的な共時性も顕著になっています。ブラジルの森林で自発的に電磁波発生が観測され、ヒマラヤでは、植物の成長速度が季節に逆らって加速する、異常現象が報告されました。これらの地域では、木村式の自然栽培を模した農法が取り入れられており、地球各地の覚醒の点が、つながり始めているように見えます。世界のさまざまな場所で人類が無意識のうちに木村氏の意識パターンを再現しているのです。この現象を意識の電磁共鳴と名付けたのは東京理科大学の量子環境学者永瀬教授です。彼によると人間が自然と対話する際に発する微細な脳波は土壌や植物の持つ電位変化と同調し情報の交換を起こす可能性があるといいます。木村氏が言葉をかけるだけで作物の成長が変化したという現象はこの共鳴によって説明できるかもしれません。さらに不可解なのは、この現象が一部の人々に覚醒体験として現れていることです。木村氏の講演動画を視聴した後、強いデジャブや直感的な感覚を覚える人が急増しています。彼らは、植物や水の流れに対して異常なほど敏感になり、まるで自然と直接対話しているかのように感じると報告しています。中には、眠りの中で木村氏と同じ緑色の光を見る人もいるというのです。科学はまだ、この現象を説明できませんが、確実に何かが始まっています。2035年、それは地球と人類の意識が完全に共鳴し、一つの新しい周波数へと到達する年なのかもしれません。木村氏が語った緑の彗星とは、天から降る天体ではなく、地球自身が放つ覚醒の光の比喩だったのではないでしょうか。人類が自然との断絶を終わらせ、再び大地と対話を取り戻す、そのプロセスがすでに始まっているのです。私たちが一歩踏み出すたび、地球もまた静かに応えている。2035年までの10年は、自然と人間の境界を取り払うための準備期間。木村氏が残した言葉は、単なる予言ではなく、地球という生命体の声を翻訳したメッセージだったのかもしれません。緑の記憶装置と宇宙コードの秘密。木村明則が語った緑の彗星とは何だったのか。これまで多くの人々が、物理的な天体や最悪の象徴としてその言葉を捉えてきました。しかし、彼が記したとされる未発表ノートには、全く異なる意味が記されていたのです。そこにはこう書かれていました。緑の彗星とは、地球の記憶を運ぶコード、宇宙の記録媒体。
木村氏によると、地球の生態系そのものが一種の情報ネットワークとして働いており、植物や土壌、水分庫の結合構造に地球外文明からの情報が保存されているというのです。つまり、緑とは地球の意識そのものであり、水星はその記憶を循環させる装置の比喩、宇宙が作り出した巨大な生態データベースの一部として、地球もまた宇宙の記録を担っているという発想です。この考え方は、一見非科学的に思えるかもしれません。しかし近年、宇宙生物学の分野では、DNA が宇宙船の情報を微弱に記録している可能性が指摘されており、植物の成長リズムが宇宙船の変動と連動する現象も確認されています。木村氏が感じ取っていた土が語る、木が教えるという直感は、実際に宇宙との情報交流を感受していたのかもしれません。さらに彼は、緑の彗星は地球の通信装置だと語っています。2035年、地球の電磁環境が一定の臨界値に達したとき、人間の意識と地球の記憶層が共鳴し、封印された宇宙コードが開かれると予言しました。このコードとは、地球が人類に伝えようとしている警告であり、同時に新しい文明の設計図でもあるといいます。彼のノートには不思議な図が描かれていました。螺旋を描く緑の帯が、地球の中心から宇宙へ伸び、頂点で光の球体に接続している。その球体には、記憶の母体という文字が添えられていました。研究者が画像解析を行ったところ、この形状が DNA の二重螺旋構造と地球磁場の傾斜角を合わせたものと一致していたのです。偶然の一致ではないと考える者もいます。木村氏がなぜこの情報を知り得たのか。その背景には、彼の35歳の時の宇宙人遭遇体験が深く関係していると見られています。彼が宇宙船内で見た石板のカレンダーは単なる年表ではなく、宇宙文明間で共有される情報座標だったのではないかという説も浮上しています。石板に刻まれた数値は時間の単位ではなく、宇宙の周期を示す符号、2035年という数字は、宇宙コードが再び地球に同期する通信再接続の年を意味している可能性があります。木村氏は講演で最後にこう言いました。地球が目を覚ますとき、私たちの意識も目覚める。それが緑の彗星の到来です。彼の言葉は宗教でも予言でもなく、地球と人間の関係を取り戻すための暗号のように聞こえます。2035年、地球が再び宇宙のネットワークにつながるとき、私たちは自らの記憶の奥に眠る原初のコードを思い出すのかもしれません。宇宙文明との再接続と緑の人類計画。2035年という年は、もはやただの予言ではなくなりました。各国の科学機関が極秘裏に進める地磁気観測データによれば、地球の電磁波層は確実に変動を強めており、人類の神経活動や睡眠パターンにも異常な相関が見られると報告されています。これらの現象は、木村明則が語っていた地球と意識の再接続に重なります。まるで、地球が人間の神経網と同調しようとしているかのように、そして今、木村氏の語る緑の人類計画が、現実の形を帯びつつあります。彼の文書には、次のような記述が見つかっています。地球が記憶を開くとき、選ばれた者たちは緑の波長を受け取り、新しい人類の始まりを告げる。緑の波長とは、愛や再生を象徴する周波数、植物が光合成の際に放つ、特定の光エネルギーと同じ帯域にあります。木村氏は、人間の心が自然の光と同調することで、生命エネルギー、そのものが変化すると語っていました。この概念を研究しているのが、ドイツの神経分子学者、ラインハルト博士です。博士は、森林浴を行う人々の脳波を解析し、その周波数が植物の葉から放出される電磁波とわずかに一致することを発見しました。つまり、木々の中に立つだけで、私たちの意識は地球の通信波に接続されているのです。博士はこれをバイオレゾナンス効果と名付け、木村氏の理論を科学的に裏付ける存在となりました。2035年を境に、地球と人間の精神が完全に共鳴すると言われています。この時、感受性の高い人々は、光の原子や時間の歪みを体験し、自らの意識が広がるような感覚を得るでしょう。宇宙人が木村氏に伝えた、時間を超えた交流とは、まさに、この瞬間のことだったのかもしれません。彼らは外から訪れる存在ではなく、地球と共に進化した未来の人類だったという解釈も浮上しています。つまり、私たちは遠い未来の自分たちからメッセージを受け取っているのです。そのメッセージは明快です。破壊ではなく、調和を選べ。地球のエネルギーが極限に達する2035年、
人類の意識が恐れや支配を手放せば、新たな文明の扉が開くとされています。テクノロジーも宗教も、すべては愛と共振するための道具に過ぎない。木村氏の研究を継ぐ者たちは、すでに各地で緑のネットワークを築き始めています。無肥料農法、エネルギー循環型都市、そして人間と自然が共生する新しい教育モデル、そのすべてが静かに動き始めているのです。緑の人類計画とは、人間が再び地球の細胞として目覚めるためのプロセスでした。地球は単なる惑星ではなく、一つの巨大な生命体、その体内で、私たちは血液のように流れる存在なのです。2035年、人類が地球の鼓動と完全に同調したとき、宇宙文明は再び地球へアクセスし、記憶の扉が開かれる。木村氏の言葉の一節が、その全貌を示しています。地球は宇宙の心臓であり、人類はその鼓動を聞く耳となる。そして今、その鼓動は確かに聞こえ始めています。あなたが自然の中で感じるわずかな震え、夜空の緑がかった光、それらすべてが地球の覚醒のサインなのです。2035年の夜明けと人類の選択、夜明けの光が静かに地平線を照らすように、2035年という年が近づくにつれ、世界の空気が少しずつ変わり始めています。都市の喧騒の裏側で、人々の意識が静かに変化しているのです。電力消費が減り、土に触れる人が増え、そして何よりも自然と共に生きるという言葉が、もはや特別な思想ではなく、当たり前の価値観として受け入れられ始めています。木村明則型メッセージは、今ようやく現実の中で形を取り戻しつつあるのです。2035年、地球の磁場は変動を極め、太陽からの電磁嵐が頻発する年と予測されています。けれども、恐怖だけではありません。この変化は、意識の再編成をもたらす、光の波でもあります。木村氏は言いました。地球が震えるとき、心を澄ませ。恐れる者は過去に縛られ、感じ取る者は未来をつかむ。この言葉は、人類への最終的なメッセージだったのかもしれません。青森の山で始まった一人の農家の挑戦が、やがて地球規模の覚醒へとつながるとは、誰が想像できたでしょうか。木村氏は農薬を使わず、自然の力だけで作物を育てることで、土と植物、そして人間の心が同じリズムで呼吸することを発見しました。その小さな実験が、今では世界各国の農地や教育現場で広がり、未来の生き方の指針になっています。科学と精神がようやく同じ方向を見つめ始めたのです。この10年の間に、人類は多くのものを失いました。経済的な価値、競争という概念、そして無限の成長を信じる幻想。しかし、失うことによって見えてきたものもありました。自然の中に息づく生命の声、他者とのつながり、そして地球が発している緑の鼓動。2035年、人類はついに、その鼓動と共に歩むことを選ぶのです。だが、その選択は、私たち一人一人の中に託されています。2035年が終わりの年になるのか、再生の年になるのかは、誰かが決めることではありません。私たちの行動、言葉、そして日々の選択が、地球という生命体の未来を形作るのです。木村氏は言います。地球を信じるとは、自分を信じること。人間の心が緑に染まるとき、宇宙の扉は開く。世界中で起こっている変化は、すでにその兆しです。若者たちは自然エネルギーを自ら作り、農地を守り、そして空を見上げながら、新しい祈りを始めています。2035年、それは恐怖ではなく、希望の始まりの象徴。緑の彗星は天からではなく、私たちの心の中で輝いているのです。あなたがどんな選択をするのかが、未来を決める鍵となります。恐れを選ぶか、愛を選ぶか、地球と共に生きるか、それとも切り離されたまま進むか。その答えはすでにあなたの中にあるのです。緑の記憶と新たな人類へ、静かな風が吹き抜ける。木々が揺れ、空が少しだけ緑がかって見える瞬間、あなたの中に何かが共鳴する。それは、恐れでも奇跡でもなく、思い出す感覚。地球と人類が一つだった頃の記憶。木村明則が語った緑の彗星とは、外から訪れる救済ではなく、私たち自身の中に芽生える地球の記憶だったのです。彼が生涯をかけて伝えようとしているのは、技術でも予言でもありません。土に触れ、言葉をかけ、愛情を注ぐ、そこに宿る、目に見えない力こそが、宇宙と人間をつなぐ、真のテクノロジーだったのです。科学が発展しても、経済が変化しても、私たちの心が自然から離れれば、世界は静かに壊れていく。木村氏はそれを、
誰よりも早く感じ取っていたのかもしれません。2035年、それは終わりの日ではなく始まりの日。人類が再び地球の呼吸に耳を澄ませ、自然のリズムと共に生きる新しい文明の幕開けです。この変化は一夜にして訪れるものではありません。あなたが今日何を食べ、どう生き、何を信じるか、その積み重ねが未来を形作る。木村明則はそっと語りかけます。地球を救うのは知識ではなく愛だ。愛は電波のように広がり、すべての命を同じリズムで包む。そしてそのリズムは今も続いています。あなたの中で緑の彗星はもう空の彼方ではなく、あなたの心の中心で輝いているのです。どうか忘れないでください。2035年という数字は終わりの期限ではなく目覚めの約束。木村氏が見た未来は恐怖ではなく希望の物語でした。地球と共に生きる選択をする、それが私たちが果たすべき宇宙の使命なのです。これで物語は一度幕を下ろします。けれども真のエンディングはあなたの人生の中で静かに始まります。あなたの選択が地球の鼓動を変える。緑の時代へようこそ。この動画が少しでも心に響いたと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。またぜひコメントもお寄せください。動画作りの励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。